こんばんは。外房テックです。今回は加速度センサーで遠心力を検知して、遠心力に応じて角度や向きが変わる車載カメラのパート2回路編です。前回パート1メカ編を公開していますのでそちらもぜひご覧ください。今、右上をクリックするか、概要欄のリンクをクリックしてご覧ください。今回は回路の設計制作についてお送りします。作るのはこんなものです。車がカーブを曲がるときに横向きにかかる遠心力を加速度センサーで検知してカメラの角度や向きを変えてやります。詳しくは後で説明しますが、回路はこうなっています。3軸ジャイロ3軸加速度センサー MPU6050。RV のナノ。5V と 3.3V 間のレベルコンバーター。感度と位置を合わせるボリューム。そしてサーボモーター MG995。これも詳しくは後で説明しますが、RV のナノに書き込むスケッチです。101行の短いプログラムです。I2C とサーボのライブラリを利用します。では、回路編を始めましょう。今回使用した3軸ジャイロ3軸加速度センサーモジュールです。中国製で型番 GY521、2個で796円でした。モジュールには TDK の MPU6050 が搭載されています。3軸のジャイロと3軸の加速度センサーの IC です。ジャイロとは、ここでは角速度計のことです。軸の方向は IC パッケージに対して図の方向になっています。今回はそのうち X 軸の加速度だけを使用します。モジュールには軸方向がシルク印刷で書かれています。モジュール GY521 の回路図です。MPU6050 の電源電圧は 3.3V です。モジュールは 5V から 3.3V へのシリーズレギュレーターを搭載していて、電源入力は 5V になっています。MPU6050 の回路はデータシートに載っている使用例そのままです。データは I2C で出力しますが、MPU6050 の電源が 3.3V なので I2C も 3.3V 振幅です。モジュールには 3.3V へのプルアップ抵抗がついています。MPU6050 のブロック図です。MPU6050 は一つの IC パッケージに MEMS のセンサーと CMOS 回路が載っています。データシートによると、MEMS 上波と CMOS 上波を上波レベルで接合したのだそうです。加速度とジャイロと温度のセンサーのアナログ値が、AD コンバーターで2進数に変換され、レジスタに格納されます。測定値は2バイト16ビットですが、1バイトのレジスタ2つに分けて格納されます。データは I2C で1バイトずつ送り出されます。レジスタの割り当ては表のようになっています。X 軸の加速度データが欲しい場合は、
レジスタ 0x3 ビート 0x3C を読み出し、つないで2バイトデータに復元します。センサーの I2C が 3.3V 振幅であるのに対し、RV のナノの I2C は 5V 振幅なので、間に双方向のレベルコンバーターを挟みます。まあ、なくても動くらしいのですが、念のため入れておきました。レベルコンバーターは Amazon で6個で496円でした。4回路乗っていますが、2回路だけ使います。回路は1回路あたりモスフェット1個と抵抗2本だけの巧妙な回路です。使わない回路はオープンで構いません。今回、サーボモーターには少し強力なものが必要なので、Amazon で見つけた MG995 というサーボモーターにしました。2個で2099円でした。電源電圧は 4.8V から 7.2V。今回は少しオーバーしますが 7.5V で使いました。今回、使用時の RV の電源は、V イン端子に乾電池の 7.5V を与えます。RV は V インに与えられた電圧からレギュレーター IC で 5V 電圧を生成し、動作します。この 5V をサーボモーターの電源にするとレギュレーター IC が加熱するので、サーボモーターの電源は電池から直接取ります。一方、デバッグ時は USB からの 5V とバッティングしないよう外部電源は与えません。そのため、デバッグ時はサーボモーターのみ別電源を与える必要があります。サーボモーターの制御信号は RV のナノの DQ ピンから与えます。制御にはサーボ .h ライブラリを利用します。全体の回路図です。概要欄にリンクがあるので、ダウンロードしてみることができます。拡大します。3軸ジャイロ3軸加速度センサーモジュール GY521。I2C の SDA、SCL 端子。振幅は 3.3V。双方向レベルコンバーターモジュール。RV のナノの I2C。振幅は 5V。A4 ピンが SDA。A5 ピンが SCL。RV のナノ。サーボモーター MG995。USB で PC につないでいるときはサーボモーターを別電源にします。使用時の電源は乾電池5本の 7.5V。USB 接続時は電池は切ります。位置合わせと感度調整のボリューム。ボリュームのアナログ値を A6、A7 ピンで読み込みます。サーボモーターのサンプルスケッチを読み込みます。ファイルの
スケッチ例のサーボのノブを開きます。サーボモーターの制御は、これを叩き台にして書き足しました。今回のスケッチです。順に説明していきましょう。I2C のライブラリ、wire.h を利用します。I2C の使用ピンは、スケッチ内のどこにも記述がありませんが、A4 が SDA、A5 が SCL で固定です。RVE のなのでは、A4 と SDA、A5 と SCL は共通ピンです。サーボモーターの制御はサーボ .h ライブラリを利用します。サーボ型の変数を定義します。変数を定義します。ここからセットアップ。DQ ピンをサーボの制御信号線に設定します。RVE の IDE のシリアルモニタと通信を開始します。I2C 通信を開始します。センサーのアドレスを指定して送信を開始します。センサー内のレジスタ 0x6b を指定します。オール0を書き込みます。送信終了。以上の手続きでセンサーを起動します。詳しくはドキュメントを参照してください。ここからループ。ボリュームの状態を A6、A7 ピンで読み込みます。ボリュームの値を角度や感度に換算します。ボリュームの設定をシリアルモニタに表示します。加速度読み込みの関数 G データゲットを実行します。加速度をシリアルモニタに表示します。前回データと今回データを19対1で加重平均します。これは、毎回のデータのばらつきを吸収して、動きを安定化するフィルターです。計算結果をシリアルモニタに表示します。値を保存。次回に一つ前のデータとして使用します。加速度データをサーボの角度に換算します。角度にボリュームで設定した感度をかけ、水平を合わせるシフト値を加えます。サーボに送る角度指示データを0度から180度までに制限します。サーボモーターに角度を指示します。15ミリセック待ちます。シリアルモニタに角度を表示します。ループはここまでです。最後が、加速度読み取りの関数、G データゲットです。I2C でセンサーに送信を開始します。センサー内のレジスタ 0x3b を指定します。レジスタのアドレスは、表の通りです。0x3b は、今回読み出す先頭アドレスです。送信を終了。センサーに14バイト分データを送信するよう要求します。読み出すレジスタの先頭は上で指定済みです。加速度データを配列データ i に読み込みます。14バイト読み込まれます。
1バイトずつの2つのデータを連結します。関数 D データゲットはここまで。以上、101行のスケッチです。